はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングをさせていただきます。早速いきますね。よろしくお願いします。日食がね、2月の17日にあるので、ちょっとそれに向けて体調が思わしくないなとか、なんとなくだるいなとか、いつもできることがやりづらいなって感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう気候の時だと思って無理せずゆっくり睡眠たっぷりとるようにしてくださいね。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。太陽、ワンドキング逆、ペンタクルスの6、そしてペンタクルスエース逆、ソードのページ、ジャッジメント、エンペラーすごく強いですね。あと気をつけることで対策がペンタクルスの12、ワンドの5の逆でオラクルはお月さんです。強い。なかなか強いこの2月後半ですね。やはり2月の後半っていうのは乙女座さんにとってはとにかく日常生活を整えましょうとか、自分の健康にきちんと目を向けましょうとか、日常をしっかりとこなしていくこと、自己規律とか健康面とか、もう当たり前のことをちゃんとやることによってものすごい力が発揮されるよみたいな時になります。ただ先ほど言ったみたいに日食ってちょっとエネルギーがなんかぐらつくと言いますか、世の中のこの動きがね、少しおかしいかなって感じやすい時なので、あれ普段ちゃんとやってるのになんか体が変だなとか思う時もあるかもしれませんが、だからこそ自分をしっかり守るとか、だからこそちゃんと睡眠とるとか、ちゃんと規則正しくしようみたいな感じで自分を見ていくっていうことがうまくいくんですね。それの効果をすごく感じられる時だと思います。そして2月の19日以降はパートナー運がすごく強くなってきます。この日食のエネルギーっていうのはだいたい2月から8月ぐらいまで半年かけて自分の働き方とか時間の使い方とか健康にしっかりと目を向けて整えていくよっていうのが大きなテーマです。で、2月の19日からどこにスポットライトが当たるかっていうと、他者との関係、1対1の関係性にスポットライトが当たってくるんですね。で、これは契約でもいいし、交渉でもいいし、とにかくプライベートでも人との関わりがとても光が当たるよっていうところになります。で、特に今年の前半っていうのはグループとか団体とかコミュニティとかそういう人とのつながりの場っていうものも非常に守られているし、恩恵があるので、何か乙女座さんにとっていいつながりができるんだろうなっていうのが星の流れです。一つだけ注意していただきたいのは2月の26から3月21日まで約3週間水星が逆行する期間がありまして、でこれもパートナー運のところで起こるので、人とのとてもね、この2月の後半から3月前半にかけての乙女座さんにとっての人間関係っていうのは非常に相反するエネルギーがうまくいく時なんですね。自分と同じものを持ってる人同士ももちろん引き合いますけども、相手は全然違うもの、自分が持ってるものと全然違う素質を持ってるもの同士が引き合ってうまくいきやすいっていう時なので、はっきりとA と B みたいに言えないんだけど違うからこそうまくいった時面白いよねって覚えておいてください。なんとなくはっきりできないんです。なので契約もはっきり細かいことまで決めましょうっていうとなかなか決まらないとか決定できないということが起こりそうなんですけど、でもその代わりちょっと逆に曖昧にしておく方が良かったねみたいないろいろ調整できて良かったねっていうことにもなるなっていう時です。で、カードで見た時に非常に強いなっていう思いがあります。強いっていうのは運が強いっていうか、乙女座さん自身が自分というものをものすごくしっかりと自覚できそうなタイミングだなと思いました。入り口がもう太陽なので、何かご自身にとっていいこと、やっと開けてきたとか、やっと抜けたみたいな、そんな感じもあるかもしれませんね。一つ大きな動きとしてやっぱり2月の21日に土星と海王星がひっつくっていうエネルギーが乙女座さんにとってはある意味これまでの苦しみとか、頭を悩ませていた問題が抜けていったみたいな感じかもしれませんので、よろしかったらまた土星が示す今後3年間の動きっていうね、動画、去年出したやつ、忘れた頃にまた見返していただけると参考になると思うんですけど、
なんていうかな、表面的なことは過ぎましたよみたいなお知らせだと思うんですね。この2月21日の動きっていうのは。だからこそ晴れ晴れと自分、ああよかったとか、やっと何かが外れましたみたいな感じだと思うんです。で、そうなってくると、とっても自分らしさっていうのがどんどん出てくる感じがします。で、まだちょっとお仕事で何か強い発言をするとか、自分がリーダーシップを発揮するとか、責任を取るということに関してちょっとだけ気を使っている部分はあるのかなとは思いますが、これまでもよくこの状況の中で本当にうまく立ち振る舞ってきたし、人との関係もうまく修正してきたし、お金のこともちゃんと調整してきたみたいなのがあって、すごくバランスが取れてたと思いますし、ようやくこっからプラスに転じるよみたいな感じがしました。これまでは調整でうまくいってるかどうかわかんない。でも必死だったっていうことが、やっとよしみたいな、よしよしうまくいってるぞって自分でも感じたり、ここからプラスに転じる感じがするんですね。なのでお金で言うとわかりやすいですよね。これまでは借金返済とかいろんな経費にかかっていたものがやっと支払いを終えて、ここから貯めていけるなとか、そういうことかもしれませんし、自分の感覚、価値っていうものも、疲れたことを、疲れをなんとかごまかすっていうのではなく、自分から湧いてくるバイタリティを育てていけるっていう感じに変わってくるみたいな感じ、とても強いです。そして、ただ、やっぱり細かいところに目が行くというか、気遣いができるっていうところに関しては本当に素晴らしい乙女さんの性質だと思うので、疑い出したらキリがないんですけども、あそこも一応見とこうか、ここもやっぱりちゃんとチェックしとこうかっていうことで、すごく意識はいろんなところに向いてるなって感じが出ています。で、人との関係っていうのでいくと、一瞬って思ったり、相手の見えない部分っていうものにちゃんと見たくなったりするんですけど、先ほど言ったみたいにちょっと今アバウトな時なので、あんまりはっきりさせようとしない方がいいのかもしれないです。で、そうしてると、なんだよかったじゃないみたいな結果オーライっていう感じが出ています。これは審判というカードなんですけど、本当に復活する救済のラッパが鳴って、棺桶から飛び出してるみたいな、そんな感じがあるので、まさに乙女座さんそういう感じなんだと思います。これまで我慢してきたけど、やっとですね、みたいな感じかもしれないし、その後、やっぱりね、皇帝という強いカードが出てるので、もう自分の強さ、信じられますとか、これでいきますみたいな、とっても力強いカードが出ています。太陽から始まって皇帝で終わるっていうね、もう本当に素晴らしい、自分とつながってるとか、自分のこと信じられるとか、そんな感じだと思いますよ。そして家族も応援しています。家族とか家族のように親しい人とか、これまで長い付き合いだった人たちにも、ものすごく受け入れられていますし、もしかしたら乙女座さんがそういう人たちに対して何かしてあげたいっていう気持ちが強くなっているのかもしれませんが、とてもいいです。なので、争う気がないですね。十分自分の力を発揮してるし、これでいいって分かってるから、死の子の言わないとか、逐一全部言い訳していかなくても大丈夫みたいな、なんとかなるっていうような、どしっとした感じがあります。そしてオラクルがお月さんなんですけど、通常お月さんっていうのは何か見えないものを気にする、これからどうなるんだろうとか、見えないものを見たいなみたいな、そういう時に出てくるカードで人の心情をよく表すんですけれども、ただ私はこの全体的なことを見て、あえて言うとですけど、乙女座さん自身は自分の力をやっと信じることができるみたいな、このタイミングで、その時にこのまま自分のこの思ってることでやっていっていいんだろうかっていう何か、条件というか、保証というかね、これでいいんだという証拠を掴んでいきたいんだっていう思いがあるのかなと思ったんです。でも先が見えないからこそ楽しいし、今は先ほど言ったみたいにちょっとアバウトな時だから、全てを解明しようとしなくても、その状況の中で十分乙女さんやっていけますよって言われてる気がしました。とてもいい成果が出ると思います。はい。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。うまくいきそうな感じしますよね。4月の後半、3月ね、21日まで水星逆行してるって言ったので、少し契約のね、書類上のミスとか、スケジュールの変更っていうのは起こりやすいので、そこはちょっと余白を持たせておく方がいいかなとは思いますが、
なんか本当にこれまで真面目に努力してきた人とか成し得てきた人にとっては本当に豊かな借り入れが来るんじゃないかなって感じがしますね。ペンタクスのキングです、お仕事。カップナイト。ソードの3ということで、いいですね。まずやっぱり自分自身がちゃんとつながってればもう万事 OK だと思ってください。で、不安な材料って目を向ければ目を向けただけ不安な材料は作られていくっていう感じがあるので、お仕事ってなった時に自分がこれまでやってきたことを信じてくださいって感じで言われています。ペンタクスのキングっていうのはどっしり座ってるんですね。どっしり自分がやってきたことに誇りを持って座ってるっていうカードなので、そんな感覚でいくとうまくいくっていう感じなんです。そしてそういう人にそういう乙女座さんに声をかけてくる人とか、なんかこう気にかけてくれる人とか、そういうなんかちょっと情報欲しいなっていう人が寄ってくるかもしれません。カップのナイトなんで何かの申し出があったりとか。でも相手がなんか聞いてきてることとか言ってくることって本当に乙女座さんにとってプラスなのかどうかっていうのはわからないので、そこでこのソードの3っていうのが出てるので自分で見極めてくださいね。なんか今すごく温かく力強い感じがあるから、何でもしてあげたいなっていう気持ちになると思うんですけど、合わない人に合わす必要はないっていうのは覚えておいてください。お仕事において全部を刈り取らなきゃって思わずに、こうよくありますよね。雑草を抜いて、本当に育てたい苗だけに栄養を行き渡らすみたいな形で、お仕事も本当に自分がやりたいことに栄養を行き渡らす。自分の情熱やエネルギー、意識を向けるっていうふうにして、そうじゃないことに関してはもうごめんなさいねって言ってちょっと置いとくぐらいでいいんじゃないでしょうか。そこに対して全部できてないなんて思う必要は全くないよって感じがしましたし、いくらでも、種を育ってきそうな種をいくらでも育てることはできるんですけど、何を選ぶかっていうのを選択させられてるような感じがします。で、育てないものに関してもうちょっと何とかすれば育ったかなみたいに思う必要はないよっていうメッセージだと思いました。そして、人間関係見てみますね。カップのクイーン、ソードのナイト、ソードの5ということで、もしどなたか仲良くしたい人がいるのであれば、なんか本当はもっと関わりたいのにそれを言いづらいみたいな感じかもしれませんね。非常に何でしょうね、今関わってる人、パートナーとして関わってる人っていうのが乙女座さんをいい形でほぐしてくれる感じがするんですけど、でほぐしてくれるんだけど、こっちが言ってることを全部やってくれるかっていうとそういうわけじゃないっていう感じがあって、だからなんかちょっとガクッみたいな感じがしたり、やってくれるんじゃないのみたいな、自分の意見を肯定してくれるってことはそれは助けてくれるんじゃないのって思いがちだけど、だからそうではないというところでもうちょっと言いたくなったりとか、結局この人は何なのかなっていう、なんか自分の中で納得のいく位置づけとか理由とかラベルをその人に貼りたくなってるんだけど、乙女座さん自身は自分がしっかりしてるから、それだけ自分と同じだけの成熟度合いを相手に求めることはできない感じがしますね。やっぱり未熟ですよね、みんな。だから今乙女座さんはしっかりしてる感じなんですけど、相手の人も未熟な弁が出てきやすい時かもしれないなっていう感じなので、ちょっとそこはまろやかに許してあげるぐらいの感じがいいんじゃないかなと思いました。一番の得っていうのは、人と関わることによってどうしようもない部分とか仕方ないよねっていうなんか溶かしていくようなエネルギーがあるんですね。それが乙女座にとっては効果的だよっていうことなので、相手がきっちりやってくれることがいいわけではないっていうメッセージだと思いました。はい。いかがでしょうか。何か通じましたっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。もう本当に春からのエネルギーを解説したい。したいと思っています。ちょっとお待ちくださいね。乙女座さんの2月後半。はい、これかな。
じゃん。はい。このカードを見て皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。あったかいですね。なんかヒーリングハートということで、ハートが癒されているし、元気になってる感じがします。とっても。なんかこれもそうだし、自分の強みを思い出すもそうだし、これでいいんだっていう自己肯定感が強い感じがしますね。ぜひそうなってください。普段は自己否定が強いですっていう方も、この時期だけはもう自分のことを褒めまくるみたいな、自己肯定でいくっていう感じがいいと思います。はい。ということで、今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。